コピー機のある教室、こっちだったよね。一回吸ってみないと色がイメージ通りになるかわからないけど、でもすごくいいデザインになりそう。しほちゃんやみのりちゃんたちの方もさっき見たらもうすぐ完成って感じだったし、本番が楽しみだな。あそこにいるの M ちゃんたち？とっても可愛いチラシになったね、ほのみちゃん。そうだね。あとは本番失敗しないように気をつけなくちゃ。きっと大丈夫だよ。一緒に豚さん頑張ろうね。豚さん？B 組は確か演劇をやるんだっけ？ M ちゃんたちは豚の役なのかな？愛理先輩と雫先輩も。まったく、家庭科室の鍵って言ったのに、どうして科学室の鍵を借りてくるのよ、あんたは。ごめんね、愛理ちゃん。これじゃあお菓子作りができないよね。でもガスバーナーとかもあるし、なんとか科学室で作れないかな。お菓子じゃなくてマットな薬でも作るつもり？もう。あれ、ひなまりさんたちどうしたの？朝比奈さん、実は家庭科室の鍵を借りるはずが科学室の鍵を借りちゃって。おお、家庭科室の鍵なら私が持ってるから一緒に行こうか。宝探しの隠し場所にしようと思ってたんだ。本当？ありがとう朝比奈さん、とっても助かるわ。かわいい。ペンギンのぬいぐるみこんなにたくさん。これならすっごくかわいいアニマルカフェになりそうだね。このままだとペンギンカフェになっちゃうから、他のぬいぐるみも必要だけどね。2人は動物グッズ何を準備してきたの？さっきの提案でアニマルカチューシャを買ってきたんだ。ちょっと恥ずかしいけどみんなでつけてみようか。どこのクラスもすごく準備頑張ってるな。きっとみんないい文化祭にいいイベントにしたいんだ。よし、私も準備頑張らなくっちゃ。いよいよ本番だ。なんだかそわそわしちゃうな。おはよう、こはねちゃん。ついに文化祭だね。おはよう、みのりちゃん、ちほちゃん。今日はいっぱいお客さんを楽しませようね。頑張るぞお客さんって言っても今日来るのは宮女の生徒だけだけどね。一般公開は明日だし。でも生徒だって立派なお客さんだよ。まあそれもそうか。じゃ気合い入れて脅かさなくちゃね。しほちゃんとみのりちゃんは今日狼役をやるんだっけ？午後から担当なんだ。頑張ろうね、しほちゃん。たくさんガオガオしちゃおう。ガオガオってライオンじゃないんだから。まあやるからには全力で脅かしに行くけどね。頑張ってね。そういえば2人は狼役の時間が来るまでどうするの？特に決めてないけど、せっかくだし午前は3人で一緒に回る？いいの？いちかちゃんたちと回るんじゃ。ああ、みんなそれぞれやることあって忙しいし、高野祭でライブもやるから今日は大丈夫だよ。じゃあ3人で一緒に回っちゃおう。
ぱりまず最初はここだよね。いらっしゃいませ。もふもふアニマルカフェへようこそ。ようこそ。教室に動物のぬいぐるみがたくさん。みんな来てくれたんだね。まあどんなのやってるか気になるしね。店内なんていうかかわいいね。でしょでしょ。私たちもアニマルカチューシャをつけて接客してるんだよ。ほら、私はウサギの耳で、いっちゃんは垂れてる犬の耳なの。ということははるかちゃんも動物のカチューシャを。みのり来てくれたんだ。いらっしゃいませ。はるかちゃん。はるかちゃんの猫耳。猫がはるかちゃんの耳の猫が。いや逆じゃない？どうかな。似合う？似合いすぎてはるかちゃんの方を見れないですけど、すごく見たい気持ちもあって首がちぎれちゃいそうです。そこまでありがとう、みのり。それじゃあ席に案内するから、みんなゆっくりしていってね。お待たせいたしました。ご注文のハムスターのほっぺプリン、うさぎのふわふわしっぽムース、もふもふワンちゃんシュークリームになります。食べるのがもったいないくらい可愛いね。ふわふわしてる。喜んでもらえてよかった。作る練習あんまりできなかったから少し心配だったんだ。これはるかちゃんが作ったの？ああ、一から全部作ったわけじゃないよ。市販のものを組み合わせてちょっと可愛く盛り付けただけ。そっか。でもはるかちゃんの盛り付けてくれたデザートが食べられるっていうだけでもう最高のカフェでは。花里みのり、全身全霊で食レポさせてもらいます。どうですか、狼さん。さすがの狼さんもこの小豚家の超合金の家は壊せないでしょう。さあ狼さん、観念して私たちと一緒に警察へ行きましょう。これまでいくつもの家を壊してしまったのはとても悲しいことだけど、でも罪は償えるわ。ちなみに建造物損壊罪は最長5年の懲役よ。でも務めを果たしたらあなたは自由の身になれるから。ほなみ結構演技うまいじゃん。話はすごくぶっ飛んでるけど。リアル3匹の子豚って言うからどんな劇かと思ったけど、脚本はクラスの人が書いたのかな。確かほなみが司さんたちにアドバイスをもらったとかなんとか言ってたような。まあ司さんが考えた話なら納得かも。ぶっ飛びすぎっていうか。狼さんが小豚さん姉妹の家を壊したのは自分の家がなかったからなんだね。かわいそう。でも案外刺さる人もいるのかも。そうみたいだね。やっぱりこの宝探し最後の謎が解けないな。小羽わかる？それは常に目にするが故に目立たぬ空間である。
そこに最後の宝はあるって一体どこなんだろう。よく目にするけど目立たない。手当たり次第探すしかないのかな。でもそんな時間ないでしょ。多分あと1分くらいで。謎解きクイズに挑戦中の皆さん、タイムアップです。嘘、もうそんな時間？考えてたらあっという間だったね。みんなお疲れ様。これは参加賞の手作りクイズブックだよ。よかったら遊んでみてね。はい、ありがとうございます。このクイズ、朝比奈先輩が作ったのかな。どれも難しいけど面白かったね。確かにね。最後解けなかったのはちょっと悔しいけど。しーちこの声。あっちの屋台にしずくちゃんと愛理ちゃんがいるよ。ゃん、3人ともこんにちは。一緒に回っていたの？はい、さっきまではみんなで宝探しをしていました。なるほどね。それなら頭を使って疲れたんじゃない？というわけで2年 D 組特製のお菓子はいかがかしら。やったー！お菓子ってこれ餃子だよ。それにこっちはラーメン。全然お菓子じゃないような。ってもしかしてこれ。そう、これはそっくりスイーツよ。確かによく見るとこの餃子クッキーなんですね。あ、こっちのラーメンはパウンドケーキ？クラスのみんなで作ったんだけど、なかなかうまくできてるでしょ。レシピは愛理ちゃんが考えたのよ。作る時もみんなに教えてて先生みたいだったわ。こっちにはたこ焼き風スイーツもあるわよ。さ、好きなのをどうぞ。すごーい。じゃあ私は餃子クッキーにします。じゃあ私はたこ焼きプチシューにしようかな。しーちゃんはもちろんラーメンよね。いや、それラーメンの見た目なだけでラーメンじゃないっていうか。しーちゃんはこういうのあんまり好きじゃなかったかしら。わかったわかった、食べるから。桃井先輩、一つもらえますか？お買い上げありがとう。準備するからちょっと待っててね。美味しかったけど見た目と味が違いすぎて頭が混乱したな。変な感じがしてすごく楽しかったね。アニマルカフェに演劇に謎解きにお菓子に、まだお昼前なのにすっごく満喫しちゃったね。何やりきった顔してるわけ？私たちはここからでしょ。そうでした。よーし、私たちも張り切って可愛くて怖いお化け屋敷を盛り上げちゃおう。1年 A 組お化け屋敷赤ずきんと小ヤギとちょっとだけ暗い森やってまーす。怖いのが苦手な人でも楽しめるお化け屋敷になっているので、ぜひ遊びに来てください。出てきた狼を銃で追い返すことができるんです。なのでゲーム感覚で遊べると思います。入る前に遊び方を選べるので普通のお化け屋敷としても楽しめます。ぜひどうでしょうか。ありがとうございます。楽しんできてくださいね。あ、小羽、今の時間は呼び込みの係なんだね。あれ、はるかちゃん
はどうしたの？交代の時間になったんだ。だからみんなで遊びに来たよ。みんないらっしゃい。楽しんでいってね。ワオーン、食べちゃうぞお、オオカミ。でもなんだか目がまん丸で可愛いな。そうだね。でもさっき狩人なんだから撃たないと。あ、そうだった。ポンポン。実り狼を撃退できたみたいだね。あおー。あ、なんだかこっちの声は本格的かよかった。小羽ちゃん。二人ともお疲れ様。お客さんみんなすごく喜んでくれてたよ。そうみたいだね。リピートしてくれたお客さんも結構いたみたいだし。大成功だね。これならきっと明日もあんちゃんたちと楽しめるよね。みんなたくさん楽しんでくれるといいな。どうかしたの？ほんと？文化祭の日にかわいそうだけど、それなら休まないとね。でもそうすると誰か代役を立てないといけないんじゃない？どうしよう。私も同じ時間帯に狼やるから代わりはできないし。私も午前中は高野菜の機材チェックがあって代表者として出なきゃいけないからな。午前中、あんちゃんたちはお昼頃に来るって言ってたし、それまでだったらその役私がやろうか？ほんと？小羽ちゃん。お昼からは用事があるけど、それまでだったら大丈夫だと思うから。どういたしまして。脅かす役って難しそうだけど、でもお客さんたちに楽しんでもらいたいもんね。明日は狼役も頑張ろう。